はい、じゃあよろしくお願いします。はい、お願いします。これまで、1977年の11月18日生まれです。で、高校出て、ゲームクリエイターになろうかなと思いまして、で、ゲームメーカーの、カルチャーブレーンの、スクールという名の学校の認可されてないやつ、研修組織みたいな、そこに入りました。で、そこでゲーム業界の、現実を目の当たりにしまして、で、同時並行してた、漫画家にもちょっとなりたいなって思ってなかったんですけど、そこの組織にいる間に、運よくね、漫画家デビューできたんで、そこで、じゃあゲーム業界じゃなくて漫画家になろうということで、コロコロコミックとゲームラボっていう雑誌で連載をさせていただきまして、で、それが、これまた運よくですね、26年、なんと、まだ、そこにしがみついております。で、その合間に、ちょっと YouTuber としての活動をしたりとか、最近は、プロポーカープレイヤーをね、ちょっと名乗ってやろうかなということで、スーパープロを名乗って活動をしてます。基本僕は今までもそうなんですけど、楽しく生きてくれればいいかなっていう感じで生きてるんで、これからも、まずとにかく自分が楽しいことを最優先していこうかなと。あとは、過去の自分にもあんま縛られないように、何も縛られないようにして、生きていこうかなっていうのが、まず第一で、二番目が、誰かが楽しければいいかなと。自分をきっかけに誰かが楽しんでもらえるようなことをやっていきたい。そして三番目がですね、お金になります。結果、そんな綺麗事じゃ生きていけないんで、3番目にお金がどんぐらいもらえるか。その3つを意識して今後も楽しく生きていこうかなと思ってます。まず一番に言えるのは自分がとにかく大好きだと。あと、自分にかなり自信がありますね。で、かなりいい人間じゃないかなと。自分で言うのもなんですけど、相当いい人間だし、温厚だし、頭も切れるし、だから頭もいいんですよね。ゲームも上手いし、優しい。ちょっと待ってくださいね。もっと言わせてください。あと信用ができるし、誰かを裏切ったり意図的には絶対しないっていう心がけてるんで、裏切ることもしないし、なので、ほんとね、よくできた人間なんじゃないかなと我ながらね、思ってまして。だから正直者だからこういうことも自分からちゃんとアピールできる。これまたね、大事なことなんじゃないかなと。とにかく僕は相当、例えば1万人いた人間の中で上位の 0.1% に入るぐらいいい人間ってことをね、自覚しております。はい。まず、夢を叶えたい人。根拠のないね、自信をとにかく持つことが大事かなと思います。僕もなんとなくですけど、漫画家だかゲームクリエイターだかになろうんじゃないかなっていうのは小学生ぐらいから根拠なく思ってまして。で、ただ思ってるだけじゃ意味ないので、例えば、この定期的にですね、1週間ごと、1ヶ月ごととかに、その夢に向かって、ちゃんと一歩進めてるのかどうか、それを定期的に確認しながら、もしそれで1ヶ月で一歩も進めてないんだったら、それは向いてないかなと。なので、1週間、1ヶ月単位で、その夢に向かって根拠のない自信を持って、一歩ずつ進んでいければ、100% 叶うと。これが根拠のない自信。あとはですね、ちょっと柔軟な思考を持った方がいいかなと思うんで、僕の場合は漫画家でしたけど、漫画家っていうとどうしても出版社に漫画を持ち込んでいって、そこで読み切り漫画書いて連載してみたいな雑誌に載るみたいなのが、これまでの漫画家の概念だったんですけど、今は SNS とかありますし、どんな形でも漫画家にはなれます。そして、大事なのはですね、漫画家になろうって思って生きてきたんですけど、あれ待てよと。こんなゲームクリエイターって面白い職業あるんだ。これちょっと漫画家的だなって思って、そっちにシフトして大成功する人。はい、それが宮本茂さんです。堀井雄二さんです。つまりは時代の流れっていうのがありますんで、その時その時、若い頃、だって今小学校で一番なりたいの YouTuber って昔なかったじゃないですか。なので、その流れに乗って、そのタイミングで自分がやりたいのに、最適な職業がポンと出てくるかもしれない。その時に柔軟な思考を持ってれば、そっちに乗り移れますし、それが夢を叶えることでもあるんじゃないかなと。仮に宮本茂さん、堀井雄二さんがずっと漫画家を目指して漫画家になってしまったら、この楽しいゲームライフなかったんじゃないかなと思うんで、柔軟に夢を持って自分のやりたい方向にしっかり行くっていうのがね、いいんじゃないかなと思います。
なので僕も漫画家に縛られずにですね、YouTuber になったり、ポーカープレイヤーになったり、この先も何になるかわかりませんけど、波乗り人生でね、楽しく歩んでいけたらいいかなと思ってます。